こんにちは、ぬいろぐです。大変ご無沙汰しております。今回はおばあちゃんの着物をリメイクしていきたいと思います。着物は私も初心者なので、構造をちょっと勉強しながら一緒に挑戦する気持ちで見ていただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。こちらは母方の祖母の着物です。祖母が学校行事やお出かけに着ていたものだそうで、形見として母に残したと聞いています。袖口の裏地が少し見えるようになっていて、紺色に映えるからし色。素敵な色の組み合わせですよね。こうしたちょっと見えるようになっているような裏地を八掛けというんだそうです。裾もからし色がちらりと見えます。全体が絹素材で裏がついています。正絹の合わせ着物という分類になります。裾の方に破けた箇所を繕った跡がありました。大事に着てたんですね。おばあちゃんのものを大事にする心は娘へ、そして孫の私までちゃんと受け継がれました。ではほどいていきたいと思います。まずは襟の内側、裏地との縫い合わせからほどきます。図解の方でも点線でほどくところを示していきますので参考にしてください。全部手縫いの着物です。普段私はミシンばかりなので何日かけて縫うのか想像もつきません。リッパーを入れさせてもらいます。手縫いなので思ったよりもすぐほどけそうです。引っ張りすぎると生地が傷んでしまいそうなので少しずつ糸をすくっていきます。動画がしばらく投稿できなくてすみませんでした。子供の春休みから新年度に入って家族みんなで代わりばんこに体調を崩していました。皆さんもお気をつけください。合間でちょこちょこ縫っていったものはインスタグラムの方に載せています。その中でミシンで浴衣を縫う機会があったんですけれども、この襟の裏の部分は表から縫い目が見えないように落としミシンで縫っていました。すべて手祭りになってますね。ミシンの本縫いをするような部分はこの着物では並縫いで縫ってあります。襟の縫い代部分です。これが生地の耳でしょうか。首周りの部分まで来ました。なんか入ってますね。襟の芯のようなものが出てきました。浴衣を縫った時は襟全体に接着芯を貼ったのですが、その代わりになるものかもしれないですね。ちょうど首の後ろに来る2、30センチくらいの長さ、ここに芯が入っていました。やっぱりここは首の後ろなので少し汚れが残っていまして、リメイクにはちょっと使えないかもしれません。洗ってみて考えたいと思います。襟の裏側の祭り縫いの部分が全部ほどき終わりました。襟と本体の縫い合わせ、こちらの部分を外していきます。縫い目が表から見えないように襟側の生地が上からかぶさるようになっています。これを着せをかけると言います。洋裁で着せをかけるというと、裏地付きの服を縫うときに伸びにくい裏地に余裕を持たせるためにちょっと折り込むといった手法のイメージでしたが、和裁ではこうして縫い目を隠すための技術として使われるようです。襟を外していきます。襟の後ろ中心まで来ました。力がかかるところなので、ここは縫い目が細かくなっています。襟を身ごろからほどき、さらに襟の上についていた友襟も外しました。友襟はイラストでいうピンクの部分で、先ほど外した長い襟の首周りの部分だけ二重になるように重なっていました。続いて表地と裏地が離れないように留めてある中とじの糸を外します。それと並行して奥身の部分で表地と裏地が一緒に縫われていましたので、ここも外していきます。着物はほどくと長方形の生地に戻ると言いますが、
構造としては左右同じ幅の生地、反物ですね。こちらを肩を中心に前後に垂らすようにして胴体の部分が作られています。ただこのままだと前側を重ねて着ることができないので、前側の中央に奥身という細い生地を付け足すことで前を重ねて着られるようになります。これが奥身というパーツの役割です。奥身を身ごろから外すと同時に、奥身の端、襟下の縫い合わせもほどいていきます。裾は表地と裏地がプラプラ離れないように押し止めされていました。裾もできるところまでほどいてしまいます。奥身と底についていた裏地をほどきました。脇で裏地と表地が縫い合わされているので外していきます。この着物の場合はここを外すことで表地の脇の縫い目も外すことになります。脇の縫い合わせを袖の下まで外しました。袖の表地と裏地をつないでいる縫い目をほどいていきます。肩の内側と脇の下でつながっていた表地と裏地が外れました。まだ袖下と袖口で表地と裏地がつながっているので、そちらもほどいていきます。袖下の丸くなっている部分の縫い代はこのように縫われていました。洋裁では縫い代自体を丸く切り落として切り込みを入れて折り込んだりしますが、和裁の場合はほどくと長方形の生地に戻せるように縫い代をこのように処理しているんですね。袖口もこのように裏地を外していきます。最後に背中心の表地と裏地の中とじを外していきます。表地と裏地が外れました。最後に表地同士が縫い合わされた袖と背中心の縫い目を外すと、このように左右の袖と左右の身ごろの4枚の生地になりました。首周りの切り込み以外は本当に長方形の生地に戻りましたね。襟をほどいている時は白い部分が生地の耳かなと思っていたんですが、こちら側が耳だったようです。ちょっと折り方が変わっているのがわかりますでしょうか。母からこの着物は一度染め直しをしていると聞いていたんですけれども、染め直しというのはもともとこの端の白っぽい生地で仕立てられていた着物を一度ほどき、今回のように生地の状態にして新たに生地を染め直してまた着物に仕立てるという技術です。花柄の部分が地の色なんですかね。光に当ててみると元の生地の織りの柄、ちょっと何柄かはわからないんですが、キラキラ光っているのがわかりますでしょうか。そんな中でここの箇所、糸に色がついているのがわかりますか？おそらくですが、前の糸が生地についた状態で染め直しをしてしまったみたいで、この色が抜けている線にちょうどこの糸が重なるんですね。こんなことがあるんだなぁとびっくりしました。気づくとちょっと面白い出来事でした。残りの裏地も縫い合わせをすべてほどくと、このようにすべて長方形の生地になりました。絹は縮みやすくデリケートな素材ですが、普段使いの服にしたいので手入れのしやすさは必須条件です。関係ないんですけれども、この洗濯ネットは無印良品で購入したもので、全く毛玉ができずにファスナーも丈夫なので大変重宝しています。依頼主である母の許可も取れましたので、仕立てる前に洗濯機のおしゃれ着洗いコースで
縮ませてしまいます。おしゃれ着洗剤と柔軟剤で洗うといいよとリサイクル着物ショップの店員さんに教わりました。試しに手洗いで表地を洗ってみたらかなり色が出ましたので、表地と裏地に分けて2回洗濯機を回しました。リメイク後も他のものと一緒に洗うのはちょっと避けた方が良さそうです。陰干しをして乾かないうちに裏からスチームアイロンを当てます。洗濯ネットへの色移りがかなりありましたが、酸素系漂白剤で漂白すると気にならないところまで落ちました。念のためどのぐらい縮むものなのか洗濯前の寸法を測っておきました。一般的な反物の幅は36センチや38センチだそうなので、33センチ幅というのは少し狭めのようです。これを選択するとこうなります。元の幅が狭いこともあり、どうリメイクできるかなとちょっと考え中です。ここまで見ていただきありがとうございました。次の動画ではこちらを60代の母のために普段使いのお洋服にリメイクしていきたいと思います。一緒にね、着物リメイク始めてみたいなという方はコメントくださると嬉しいです。皆様のハンドメイドのお役に立てれば幸いです。